はい、こんにちは、堺一文字3代目の田中亮です。今日はですね、包丁の産地についてご紹介していきたいと思います。我々は堺一文字光秀なので、ルーツは堺になるんですけれども、堺以外にも包丁の産地っていうのがたくさんあって、その特色っていうのもやっぱりあるんですよね。そういったところを今日はご紹介して、より産地の魅力を知っていただけたらいいなと思いますので、気になる方はぜひ最後まで見ていってください。よろしくお願いします。今日は包丁の産地についてご紹介していきたいと思います。まず産地の前にやっぱ物ありきっていうところは言っておきたいなと思います。要は、どこで作られたからいいじゃなくて、そのもの自体がまずいいかどうかですよね。その次は、どういう素材でどう作られたかっていうのが大事になります。こういう鋼材作ってますよとか、焼き入れはこういう風にやってますよとか、焼き戻しはこうやってやってるんですよっていうので包丁の実力っていうのが変わってきます。あとは誰が作ったかですね、工程だったり材料の選び方にも当然出てくるし、物にも当然影響してきますね。でその次に来るのが産地かなと思ってて、堺で作られたからいい包丁です、関で作られたからいい包丁ですとかっていうわけではなくて、それによって包丁の価値が決まるわけではないっていうのはちょっと最初にお伝えしておきたいなと思います。今日紹介させていただく産地以外にもたくさん包丁を作っている場所っていうのもあるんですけど、有名なところだけ今日はピックアップさせていただきます。紹介させていただくところ以外にも優秀なメーカーさんとか職人さんっていうのは各地方にいらっしゃるので、その包丁が産地の包丁じゃないから良くないとかっていうわけでは一切ないということをご理解いただけたらと思います。新潟の燕を紹介していきたいと思います。燕はですね、めちゃくちゃ簡単に言うと研磨磨きにすごい強みを持った包丁屋さんが多いですね。有名なところだと、吉金さん、吉田金属さんのグローバルっていう包丁、もう世界中を席巻した日本の包丁の代表格ですね。とか、あとは東次郎さんですね、プロ向けの包丁、ご家庭向けにもたくさん包丁作られてて、生産量としては非常に多いところになります。あとは片岡製作所さんですね。ハンドルが全部トモエとかステンレスハンドルとかいいんですけど、そういう加工が結構多いのが特徴かなと思います。実力とデザイン性のバランスのところですごい評価が高い包丁が燕には多いです。次にご紹介させていただくのが、同じく新潟の三条ですね。燕と三条って近いですし、新潟県で、金物作りで有名なんですけど、ひっつけると結構地元の方嫌がる方も多いので気をつけた方がいいかもしれないですね。燕と三条は別の市になりますので、三条はどちらかというと職人が鍛造した、手作りの風味が出た包丁が多いっていうのが特性としてはあるかなと思います。有名なところでいくと忠房さんとか、あとは日野浦浜さんですね、こだわりを持って、手で作った包丁っていうのが多いですね。これだからあんまり、流通量がたくさん多いわけではないんですけれども、作り手が、使い手のことをしっかり考えて、作られた、いい包丁が多いっていうのが、特徴としてあります。次にご紹介したのが岐阜県の関市ですね。包丁もなんですけど、刃物の製造が日本で一番、生産量が多い地域になります。刀鍛冶がたくさんいた地域だったんですけれども、有名なブランドでいくと貝印さんとかですね、各工程のちっちゃい工場とかいっぱいあります。例えば自動研磨をする会社だったりとか、ハンドルを作る会社とかですね、鋼材を包丁の型に抜く会社とか、いろんな工場が集まって、日本で有名なブランドが、他にもたくさんあるのが関市ですね。でご家庭用の包丁とか、あと洋包丁が非常に得意な地域になります。次に福井県の武府の紹介なんですけど、ここもすごく有名な包丁産地ですね。で関と同じく、刀鍛冶がルーツとしてあるんですけど、なんといっても武府徳志工っていう包丁の鋼材のメーカーさんのお膝元っていうのが非常に大きいですね。武府徳志工さんと地元の職人さんで、協力しながらいい鋼材だったりとかいい包丁の研究をしているっていうのが、この地域の非常に大きな強みになります。有名なメーカーでいくと龍泉さん、それから高村さんですね。この方々の包丁は料理コンペティションみたいなやつ、世界中のコンペティションでも、すごい愛好家が多い包丁として、
有名です。あとは何といってもナイフビレッジの存在が非常に大きいですね。数十年前はですね、竹風は結構職人さんが苦しい状況に置かれてて、包丁作りこれから続けていけないんじゃないかっていう時もあったんですけど、職人さんたちが協力してみんなで借金をし合って、ナイフビレッジっていう一大工場を作るんですよね。でそこでいろんな道具を集めて若手にどんどん技術を教えていって産地を継続していこうという取り組みが大成功しまして、そこから生まれた職人っていうのもたくさんいます。有名なところでいくと黒崎優さんとかですね、今も世界中で包丁が大人気なんですけど、こういった若手の有名な職人さんたちがたくさん輩出されてて、特徴としてやっぱり海外のマーケットがすごく視野に置かれているので、デザイン性がすごいきらびやかなですね包丁が多いっていうのが竹風の特徴としてあります。続いて堺ですね。堺の特徴っていうのは大きく2つあります。1個は和食の包丁が非常に得意ですね。和食で片刃の包丁を使うんですけど、例えば出刃包丁、柳刃包丁、薄刃包丁、こういったものは大体の和食屋さんで使われている包丁が堺で作られた包丁です。ただやっぱり本数でいくと和食にすごい特化したお店ってそんなに数ないですし、当然やっぱり、ご家庭用とか牛刀とかを使う人の方が多いので、シェアとしてはそんなに大きくはないんですけど、和食だけに区切ると、圧倒的に堺のものが使われています。でもう一個の特徴がですね、工程によって職人さんが分かれてて分業体制をとっているんですね。鍛冶屋さんがいて、それから刃付け屋さんがいて、それから絵をつける問屋さんがいて、でその3社で協力し合いながらいいものを作り上げていくっていう文化が伝統的にあります。ただ最近は職人さん不足っていうのもあって、各プレイヤーたちが若手を育てるために、例えば問屋さんが研ぎ師ですね育てたりとか、問屋さんが鍛冶屋さんを作ったりとかっていういい流れとして今出てきてるのかなと思います。高知県の土佐の地域ですね。土佐も非常に刃物が有名なところなんですけれども、そして野鍛冶、お客さんが言ったものをフリーで鍛造して作っていけるっていうのを、自らの誇りとして掲げている産地でもあるので、職人さんのスピリットっていうのはそういうところにも受け継がれているのかなと思います。兵庫県の三木の紹介をしたいと思います。三木はですね、大工道具が非常に優秀でして、カンナーだったりとか、鎌、ノコギリ、それからカミソリとかですねの製造が非常に得意です。あとはちっちゃい小型の肥後の紙とかも三木の地域で作ってたりします。包丁もいくらか田中さんですね、有名な職人さんとかもいらっしゃるんですけれども、基本的には大工道具が非常に有名で、そのルーツを組んだ刃物産地というのが三木になります。ということで、今日は包丁の産地をいろいろ紹介させていただきました。今回ご説明させていただいたものはあくまで産地の傾向ですね。でもっと言うとメーカーの傾向があるし、職人の傾向もあるし、物の傾向もあります。基本的にはやっぱ物っていうのが一番上位概念としてあると思うので、産地で包丁の良し悪しは決まらないですし、この産地以外にもいい包丁を作っておられる方はたくさんいらっしゃるので、そこだけご理解いただければと思います。今、各職人さんだったり包丁メーカーさん産地もですね、職人不足にあえいでおります。ありがたいことにね、外国人の方とか、日本の料理の方も包丁はたくさん購入いただいて、お褒めもいただけるんですけど、これを作る方がちょっと今減ってきてるっていうのがどの産地でも実情としてあります。概要欄のところにですね、ぜひ問い合わせていただいて、そこから職人さん紹介することもできると思いますし、あとは直接各包丁産地の組合のリンクも置いておきますので、包丁を作ることに興味がある方はぜひアクセスしていただけたらと思います。あとは実際にこうやって動画を見るよりも直接産地に足を運んで、見えることっていうのもたくさんありますし、最近オープンファクトリーとかやられてる地域も結構あるので、気になる方はぜひ実際に、産地に足を運んで包丁作りを、見ていただけたらと思います。今日は包丁の産地について、ご説明差し上げましたけど、気に入った方はぜひ高評価をお願いします。
でこれからは各包丁の細かい、研ぎ方だったりとか選び方のどういうところを見ればいいのかとか、そういったお話とかもしていけたらと思いますので、気になる方はぜひチャンネル登録をお願いします。お付き合いいただきましてありがとうございました。